第1079話、セラフィムたちに命令を出していた犯人がヨークであることが判明しました。ヨーク自身が犯人探しが始まると言っているように、エッグヘッド編はミステリーの要素が多いですね。100巻を超える伏線を絡めた SF ミステリークイズなんて二度と味わえないので、僕なりに推理してみます。ということで今回は考察というより軽めの予想会です。僕が予想する内容は5つ。今回の騒動は、ステラに捨てられた8人目のサテライトがステラと五老星をはめるために仕組んだ罠。政府側の内通者はステューシー。五老星にはセラフィムに対する意見がない可能性がある。エッグヘッドからの脱出はサイファーポールに紛れる。エッグヘッド編のラストにはお玉が登場する。といったものです。まず推理をお話していく前に前提を決めます。理由はサテライトの1日1回の体験と知識の動機というのがどの範囲までを意味しているかで全くアリバイが変わってしまうからです。僕は体験と知識の動機というのは1日の記憶を全て同期するとして考えます。つまり1日経てば何をしても全てがバレるという前提で推理します。では行きます。僕が感じている現在まだ明らかになっていない疑問点をまとめてみると、1、ヨークが世界政府と交わした天竜人にしてもらうための条件とは何か。2、毎日1回パンクレコードを通じて体験と知識を同期しているはずなのになぜ他のサテライトたちにバレなかったのか。3、ステューシーは本当に味方なのか。4、意見を設定するための五老星の本人データをいつセラフィムに覚えさせたのか。5、なぜ発見される可能性のあるサイファーポールたちをわざわざ捉えているのか。だいたいこんなところです。ではまずヨークが天竜人にしてもらうための交換条件とは何か。おそらくは他のベガパンクが生きていたら反対され、交換条件として出すことができないもののはず。ベガパンクがこれまでに研究に反対したことが分かっているのは4年前のパンクハザードのシーザーの毒ガス兵器研究。この時民間人を巻き込むような非道な兵器は求められていないと他の研究所から止められていました。それに対しシーザーは全部吹き飛ばせば世界は平和だよと言い返しています。ベガパンクにも同じような結果を招くため公表していない兵器があるのでしょうか。僕はこの兵器が本命であると考えていますが、一般的には飲み込みにくい内容なのでこれについては後でお話しします。この頃ベガパンクは人体の巨大化の研究をしていました。僕は以前に元マッツのメンバーがマッツ解散後に開発したものはマッツ時代のベガパンクの研究の延長であり、彼らが作ったものより優れたものをベガパンクが開発済みであるというような考察をしているのですが、シーザーも人類の巨大化の研究をしていたので、考察通りならベガパンクはこの研究をすでに完成させています。第1061話、パンクハザードで人体の巨大化の実験をされていた子供たちが体を小さくする薬を飲んでいました。ベガパンクは人体を巨大化する薬の研究に苦労していたはずなのに小さくする薬がすでにある。これはつまり巨大化させることに成功したから元のサイズに戻す薬もすでに開発していたということだと思います。しかし人類を巨大化させる薬の開発に成功していることは世間には知られていない。理由は分かりませんが、ベガパンクはこの薬を公表するつもりはないみたいです。ロー曰く人類の巨大化は何百年も前から推進されている世界政府の研究だそうなので、人体を巨大化させる薬でも世界政府との交渉条件としては成立する気がします。ではヨークの計画はなぜ他のサテライトたちにバレなかったのか。ヨークは1日1回体験と知識を同期させてしまうので3ヶ月前にリークすることはできません。同じ理由でヨークにはシービーストウェポンに指示を出してサイファーポールを捉え研究室に監禁することもできません。これには確実に共犯者がいます。こちらが真犯人の可能性が高いと思います。ヨークを含むサテライト以外にラボフェーズにある旧研究室に出入りでき、シービーストウェポンを操ることが可能な人物。そんなキャラは今のところ見当たらないので無理やり推測しますが、ベガパンクは7体ではなく本当は8体いるのではないでしょうか。リリスやヨークを見ていて思うのですが、悪の要素や欲をあまり感じませんよね。僕が思うにサテライトに割り当てられた役割分担はあくまで研究に必要な感情の役割分担で、悪といってもそれは研究に必要な必要悪のみを指しており、研究に必要ないと判断した感情は先に切り離してゴミとして捨てられたのではないかと推測します。それは支配欲、自己顕示欲などの研究とは関係なさそうな欲望です。マッズにいた頃のベガパンクは横縞のシャツを着ています。その横縞な感情だけをベガパンクは脱ぎ捨てた。それが8人目のベガパンク。これが伏線となり得るのかは分かりませんが、チョッパーは7段変形トナカイと言われていたけど、本当はチョッパー本人も気づいていない制御不能なモンスターポイントを含む8段変形トナカイでした。ルフィは7部会のレベルを語るクロコダイルに対し、だったら俺は8部会だと言っています。確証はまだありませんが、7ではなく8というのがワンピースの裏設定にあるような気がしています。劇場版ワンピーススタンピードでチョッパーが着ていたパイレーツフェスティバルの T シャツのロゴは
ドクロの周りに7色の配色かと思いきや、ドクロの顎骨まで含めて8色になっています。ドクロにはエッグヘッドにも多数出てくる8という数字も隠れている。アトラス曰く顔や姿は自由に変えられるそうなので、姿を変えていれば他のベガパンクにバレる心配もありません。ちょっと強引ですが、主犯が8人目のベガパンクなんてのもあるのかもしれないと思いました。そしてもう一人、ステューシーもまだ怪しい。サイファーポールに入っているということは、ステューシーは子供の頃にベガパンクに捨てられて孤児になったのでしょうか。もしくは研究費欲しさにベガパンクがヒューマンオークションかサイファーポールに売ったのでしょうか。CP0 のメンバーに歓楽街の女王という異名がついていることにも何かヒントがある気がしますが、もしそうならベガパンクに恨みを持っていてもおかしくありません。ステューシーは自分を生み出したマッズのスポンサーであるルフェルドも手にかけています。ステューシーは戦闘丸にラボフェーズの通信機が全て壊れているからという理由で、これまで司令塔の役割をしていた釈迦を差し置いて自分に連絡をするように言っていますが、推理漫画ではこういう事態の時情報が集まるキャラが犯人ということがよくあります。いろいろと手を回したいから状況を把握したいんです。エッグヘッド事件は8人目のベガパンクとステューシーが7人のベガパンクと五老星を罠にはめるための計画だと考えてみます。ではどうやって五老星をはめるのか。可能性の話になりますが、五老星には本当はセラフィムに対する意見などない可能性があります。ステューシーによれば五老星であっても電電虫による命令は無効です。おそらく映像電電虫でも無効なのでしょうから、セラフィムに意見を認識させるためには電電虫を介さずに直接五老星を認識させる必要があるんだと思います。ということは、セラフィムに意見をインプットする際にも直接五老星のデータを認識させる必要があるのかもしれません。ですがサタン星はベガパンクとは一度しか会っていない。これは天才科学者として謁見した時のことでしょうから、五老星の意見はインプットされてないかもしれない。サタン星はセラフィムを操れるつもりで来ているのですから、操れなければかなり危険な状況です。五老星は役人に連絡をする際、何者かによって情報操作されたという前例があります。今回の五老星から CP0 の指令もエッグヘッドへ向かう船内でルッチが質問をしているということは、指令を受けてきたのはルッチではなくステューシーの可能性が高い。もしベガパンクが空白の100年の研究をしているとのリークが入り、世界政府がベガパンク暗殺を目論んだ場合、意見順位が上のベガパンクを守るセラフィムをまず倒さねばならないのは明らかです。巨額の資金を投入して作り出したセラフィムを失いたくないのであれば、ベガパンクより意見順位が上の五老星が現場に出て命令を上書きするしかない。キザルが護衛をしている五老星をどのように罠にはめるのかは分かりませんが、こうでもしない限り五老星をマリージョアから出す方法はないと思うので、何かを起こすなら今がチャンスです。あとは海軍の包囲網からどう脱出するかですが、そこで捉えておいたサイファーポールを利用します。そもそもですが、サイファーポールをシービーストウェポンに襲わせたのなら、そのまま海の藻くずにすればいいんです。それをせず、発見されるリスクを負ってまで2ヶ月も閉じ込めた理由があるはずです。世界政府に対してサイファーポールを人質にとっても交渉材料にはなりません。なぜなら、ルッチが人質を全滅させた前例もありますし、失態を犯せば CP9 ですら追っ手が出されます。僕は姿を変えてサイファーポールの誰かになり代わり脱出する計画なんだと思います。話を麦わらの一味に移しますが、サニー号も海軍の包囲網を抜けなくてはいけません。クードバーストで飛んで逃げるのでないのであれば、これはインペルダウンのセルフオマージュになるのではないかと予想します。インペルダウンからはジンベエザメの群れに乗って海軍の追撃から逃れました。エッグヘッドには危うくサニー号を沈められそうになったメカシャークを含むシービーストウェポンがいます。僕の予想が当たり、8人目のベガパンクが真犯人だった場合、たとえステラがサニー号に乗っていてもシービーストウェポンへの命令が上書きできない可能性があります。そこでワノ国出港後に考察したように、語呂合わせが玉手箱となる1085話に宝箱からお玉が出てきてほしいです。リリースが生物の欲は制御できないと言っていますから、シービーストウェポンは完全なロボットではなく生物をベースに作られています。であればお玉の能力なら仲間にできるはずです。完全に僕の願望込みの推測になりましたが、最後に途中で後回しにしたベガパンクが作った民間人を巻き込む非道な兵器の話をします。1062はルッチが先日のルルシアの件と何かつながりがと言ったのに対してステューシーがダメよ詮索はあなたみたいに勘のいい人は特にと言っています。ルッチといえば出し抜かれるイメージの方が強いと思いますが、ウォーターセブンでのルッチの立てた仮説は当たっていました。もしステューシーが内通者で事情を知っていると考えるなら、1060話の攻撃とベガパンクが関係しているというふうにも考えられます。僕は過去にあの攻撃はベガパンクが作った新型マクシムだという考察をしているのですが、あながち間違いではないのかもしれない。
8人目のベガパンクが世に出ていない開発品の横流しをしていたのであれば、バロックワークスになぜ政府の最新技術であるはずの物に悪魔の実を食べさせたラッスーがいたのかや、バオファンたちがつけていた視界を共有できる紙をどこで手に入れたのかを説明できる気がしますし、百獣海賊団のメンバーであり、岩戸の間にてアプーと酒盛りをしていたインビ、フーガー、ザンキが天の岩戸に閉じ込められていたワノ国の大名たちであるというムックンチャンネルさんが出していた説の裏付けにもなりそうです。僕の妄想は大方ぶちまけたので、今回の展開予想は以上にします。こんな考察とは言えない動画を最後まで視聴していただきありがとうございました。次回はロードポーネグリフのちゃんとした考察をやろうと思います。よかったら感想等コメントに書いてくれたら嬉しいです。チャンネル登録といいねボタンもお忘れなく。ではまた次回。